はい、こんにちは。プログラミングジョロ B を担当しているシシドです。この動画では、第3週目の、演習の解説をしていきます。で、これまでと同じように、PyEther を使って、演習をしていただいたと思います。で課題3の1では、ソースコード2の3をベースに2の歩数の考え方を使って整数 X の負の数を求めるプログラムを作成してくださいということでした。で、最初にプログラムの回答をお見せすると、まあ、こっちで説明しますね。2の歩数の求め方としては、ビット反転してプラス1してあげることで、計算することができるので、ビット反転するときは、チルダを使って記述すると。その値に対してプラス1をしてあげる記述で、ここは回答になるのかなと思います。実際、ここでは、回答の例として3を挙げているので、PyEther で、入力、ごめんなさい、3にしたときに実行すると、整数3の負の数はマイナス3になりますよと。で、6とかしたときに、ちゃんと整数6の負の数はマイナス6になるというようなプログラムに、なっていれば OK かなと思います。はい、次、課題3の2では、ソースコード2の4、について、中身を説明しなさいというような、課題でした。実際、実行してみると、ここでは、入力の値を5で、説明するので、入力を5として実行すると、リザルトが1という、出力が出てきます。で、これは、このマスクという、初期値、1に対して、7ビットをずらしてくださいというような、プログラムがあります。で、その後に、for 分で、8回回して、その中で条件式を、つけて、このトータルというもので、カウントを取っていくと。その条件に満たすものを、カウントしていくという感じです。で、どんな条件かというと、このビットと、マスクを、比べなさいということなので、このビットに対しては、例えば i が1の時は00000101という値になります。で、この、101の部分だけ見ていただければ分かりやすいのかなと思うんですが、i が2、i が3、i が4って上がるごとに、101の部分が、左に1ビットずつシフトしているのが分かるかなと思います。で、マスクという、値は、左に7シフトした100000000という値なので、一番左の、値が1になっているかどうかをチェックしています。で、101、最初説明した通り101が横に1ビットずつずれて入ってくるので、1桁目に、1かどうかを見ているのかなと思います。そうすると、6番目と8番目に1が出てきて、両方とも1桁目が1なので、条件式を満たして、トータルのカウントを1個ずつ増やしていきますよという、トータルが2個ありますよということになります。で、ここのトータルは、値の変化を見ていて、4分の1回目ではまだ0、トータルのカウントは0、2回目でも0、3回でも0ということで、6回目でようやく、条件式を満たすので、トータルのカウントは1になって、
で、7回目は条件式を満たさないので、1のまま。で、8回目で条件式を満たすので、カウントが1個上がって2になるよっていうことです。で、その、フォームを抜けると、トータル、ここで言うと2の、2で割った余りの、値がどうなっているのか。1か0か、じゃなくて、2で割った、余りが0だったら、1。0じゃなかったら、0にしてくださいという。つまり、偶数だったら1を返して、奇数だったら0を返すプログラムというのが答えでした。はい。次が、課題3の3を説明していきます。これは、会場の計算、のプログラムかなと思います。で、会場の計算で、再帰関数を使うという、話なんですけども、再帰関数は、自分自身の関数を読み込むので、何度も何度も、ループして、ややこしいかなとは思います。ここでは、N の解乗を求めるプログラムで、法文で10回回しましょうということで、10の解乗まで、1の解乗、2の解乗、10の解乗まで求めましょうということです。ちょこっとだけ説明すると、1の解乗の場合は、会場の引数が1が入ってきて、この条件式、n が1なので、1イコール1で条件式を満たして値が1返ってくるということで、そのまま1になるかなと思います。で、2の場合は、ここの n が2なので、この最初の1回目の if 文では、2なので条件式に入んなくて else に入って、で、n が2なので、2かける、もう1回この階乗の関数に呼ばれて、2-1なので、この、階乗の関数の1として、ここに、呼ばれる。で、値は1なので、戻り値として1が返って、ここで1が返って、2×1 で2になりますよという感じです。3以降だともっとややこしくなるので、こんな感じで説明を終わりますけれども、増えれば増えるほど、この階乗の関数が何回も何回も値が変わって呼ばれるということになります。はい。これが、で、このプログラムを実行すると、この法文で10回回ってますので、10の階乗まで計算した結果が出るという感じになります。はい。で、これも再帰関数の話で、これが何をしているプログラムですかというような問いだったと思います。4の3を実行すると、回答の説明としては A イコール 2B イコール3の例で説明しますので、入力に2と3を入れて実行します。そうすると、結果は6という回答が出ます。で、回答を、この、課題の回答を言うと、A×B の計算をしていますというようなプログラムです。
で、この計算に、再帰関数を使って、計算することもできますよというような課題かなと思います。で、ここに、ちょっとわかりやすい図があるんですけども、最初、A イコール2、B イコール3の、値を設定した場合、1回目では、あの、A、B それぞれ2、3が入って、で、2回目では、2、B-1 で2で、2、2が呼び出されて、で、1回目の中で22が呼び出されて、2回目の中でもう1回呼ばれるので21が呼び出されて、で、その計算の結果が、2が返ってきて、さらに2たす2で4が返ってきて、で、4たす2で6が返ってくると。こういった再帰関数を使った計算によって、2×3 の回答が6というような答えを出すことができるプログラムでした。で、再帰関数は、説明するのも、書くのも、ややこしいんですけれども、とにかく、ぼ僕自身が大事だなと思ってるのが、リターンした時に、きちんと上まで戻ってくるプログラムを書くということが、一つ大事で、再帰関数を細かく設定すると、どうしても戻れなくなることが結構あって、永遠とループしているような状況が、えー僕がやってる時は多かったので、きちんと戻る、一番上の階層までしっかり戻るプログラムを書くということを、再帰関数を使う場合は意識するのがいいのかなと思います。あとは、課題3の5では、これまで、ドラッグドロップとかで実行のようなプログラムばっかりだったので、いろいろ、プログラムを、打って、えー書いてもらったと思うんですけども、ファイルの入出力の、練習として、行列の積の計算を付け加えた、課題だったかと思います。で、計算の方も、大事なんですけども、ここで大事だ、目的としているのは、ファイルの入出力なので、きちんとこの X と Y の DAT ファイルが読み込まれて、で、その値を書き込んで、オープンしてとクローズしてあるっていうのが大事かなと思います。あとはこの F オープンの中での引数が、R だったら読み込み専用、R 書き込み専用とか、そういった引数の種類があったりとか、するんですけども、それが適切に設定できるかどうか、きちんと値が入っているかどうか確認して、するっていうのが、ここの演習で大事なことだったのかなと思います。でよく閉じない、閉じることを忘れてしまう、ことが結構ある、僕が結構あったので、きちんとクローズするっていうのが、どこでクローズするのかっていうのも大事で、きちんと使用済みになった場所で、クローズしてあげるっていうことを忘れないようにしてください。はい。3週目の演習の解説は以上になります。今週もお疲れ様でした。